波動を超えたところの源の存在につながって、寝ている間にねすごく浄化されますので。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。今日は夢についてお話をさせていただきます。夢って寝ている人の考えていることが出てくるとかいう話もありますが、メッセージ性があったりするものなんですかね。そういう夢もありますしね。純粋な時ってすごくね、純粋な水とかね、そういうようなものが現れたりね、主女を救っていくみたいなね、みんなを救っていくみたいな。でも皆さん夢を見てリセットするっていうかね、いろいろなものが頭の中を整理整頓しているみたいなね。だからみんな起きたらすぐ忘れてしまうみたいな。覚えておこうってその続きを見ようなんて思ってもね、忘れてしまう。そうやって夢分析とかね、深層心理で、体が疲れてる時とかね、うなされるとかね、あるかもしれないね。やっぱり整えていくって、疲れてる時ストレスが溜まってるような時、何かそういうものとリンクしやすいので、宇宙のそういうものとね。だからそれを清めていくっていうかね、お祈りをしてね寝るといいんじゃないんですかね。だから潜在意識にいろいろな記憶がありますので、そういうものを未処理のものみたいなものを整理整頓されたり、死んだ方が出てきたり、そういうのを供養してないなと思って供養するとかね、先祖にもつながっているのでね、そういういろいろなエネルギー私たちの中にあって、でそういうのが目覚めてね、でそれ解放されていく姿なんですけどね。深いレベル、もう心を超えたレベルね、そういうところにつながっていくとね、あんまり悪い夢を見ない。みんなお仕事してるので、いろいろ頑張りすぎてね、ストレスが溜まってしまうので、バランスをとっていくっていうことが大切なんですね。でしっかり朝晩瞑想して高次元の存在につながっていく、で常に肯定的なことを考え、寝る前はしっかりお祈りしてね、やっていいエネルギーにつながっていくと、さらに波動を超えたところのね源の存在につながって、そこからのブレッシングをいただいていくと、寝ている間にねすごく浄化されますのでね。もちろん夢を見ていることでも浄化されているんですけれども、でもそのエネルギーがものすごい強いとそちらに引っ張られたりしてしまうのでね。だから積極的にねクリアの秘宝みたいなもので浄化してね、タマスのエネルギーとかラジャスのエネルギーっていうのをすごく変容させて軽いエネルギーにしていくと、そういう夢もそんなに見なくなるのかなって。睡眠の中でもエネルギーなり神のパワーみたいなのをいただけると思うんですけど、瞑想してる時は覚醒してるのでね、すごく浄化されてるんですけど、寝ちゃうと意識が飛んじゃうのでね、だからあんまり働いてないっていうかね、その意識で見るっていうことがすごく浄化が進むんですね。いろいろなもの、悪いものが溶けてね、そして純粋になっていくっていうね。だから覚醒して見てるっていうことがね、ごちゃごちゃ動いてるものがすごく整ってね、そういう状況があるんですね。だから寝ちゃうとそれって勝手な方向に動いちゃうから、だから勝手に悪い方に行っちゃうこともあるし、だからいいエネルギーで純粋意識でそれを見ていてコントロールしてるみたいな状況が覚醒して見ている。それによってどんどん清まっていくっていうのが大きい。でそれにいいメッセージっていうのが必要ですよね。だから自分の思いが怖いとかね、何か嫌だとかいうものにつながると、それがそういうものだけを引き寄せちゃうみたい
それを例えばエネルギーがわーってなってるのを喜びのエネルギーだって解釈するのか、怖いエネルギーだって解釈するのかで、怖いって自分が思っちゃったらどんどん怖い、自分の心が染めているわけですよ。だからワクワクしているエネルギーだ、嬉しいって思えばいいんだけど、ただエネルギーがあるのにそれを自分がそういうね、怖いとかいいとかいろいろ分けて考えてしまう。距離を置いてね、全てがいいんだって、怖くもないって、そういう冷静な心っていうのがあると巻き込まれないよ。自分が怖いって思うと怖い夢にどんどん発展していったりするかもしれないですね。真のヨガ、瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。人間の欲を出してしまうとそれが反映されちゃうとか、そういう意味合いもあるんですか？そうですね。今にいるっていうことでね、無心になるっていうことで、いろいろ過去世からのものがあるからね、そういうものが出て浄化されている姿なのでね、よかったなっていうこと。それは自分の過去世がああだとかこうだとかっていうことを気づくこともあるかもしれないし、これいいこと起きたとか悪いことが起きたとか、そう意味づけない方が浄化されたんだなっていうこと、そういう現象が起きているっていうことで卒業していく。あまり意味づけるとね、あまり良くない時もあるかもしれないんで、だから一回合宿へ来るといいんじゃないですか。泊まり込んで深いところをきれいにして。合宿に行くと皆さん朝すっきりした顔でいられるんですか？そうですね。最後の方はね最初はカルマがドロドロしてるから、それを浄化しなくちゃいけないのでね、寝る前にお祈りしてね、明日朝気持ちよく目覚めますようにってことでね、泊まり込んで深いところをきれいにして、みんな引力にガーって引力の方向に魂のエネルギーで引っ張られてるってワンネスになってるのでね。であんまり上に行っちゃうと飛んでどっかに飛んでっちゃうからね、心がね感謝とかね愛になると、そういうエネルギーも軽くなる。マインドを外すっていう修行をしてるわけ。もちろんやるときはマインドでクリエイティブにね、これをやりたいっていつまでにやり遂げるっていうことですよね。お願いをするのであれば、夢に頼るよりも瞑想の中でそういうところに近づいていった方が効率的な気がしますよね。そうですね。夢は自分の潜在意識でね、過去からのものがダーッとあるのでね、純粋意識のレベルでそういう願っていくとね、またそういうね縁ができると思いますけど、そういう訓練もあるんですよね。深い集合意識のレベルで成功したいとか、そういうのをイメージするとね、成功、引き寄せの術とかね、そういう力によってね、何か成功するっていうことをイメージする、どう成功できるっていうかね、やる気が出てくるっていう。マインドレベルだとマインドがねできないとかね、ダメだとかね、夢を見るといろいろごちゃごちゃしてるわけですね、潜在意識がね。だからそういうところからやろうと思ってもなんかできないとか、過去なんか失敗の体験があったりね、あるいは怠け者であったりね、いろいろな言い訳があってね、なかなかできない。だからそれをヨグマタは皆さんに祈願っていうのをやって、ヒマラヤ聖者の祈りっていうことで、マスターにつながってね、皆さんもね祈るとかね、でまた私は直接サマディレベルでお祈りしてみんなをお救いしてるわけですけれども、皆さんも自分がねこうなりたいっていうことをイメージして、そうするとそういう願いが叶っていくって。ただあんまりたくさんの欲望がありすぎるとね、あんまりね願いが叶わないのはエゴの願いであったりね。だからそういうことをしっかりね、純粋に日頃ね善行をして良いことをして良い結果につながっていく無欲でね。でそれ日頃なんか人を傷つけたり悪いカルマを積んでいたら、そういう願いも叶わないっていうかね。だからその行為もちゃんとして自分を正して、で深い瞑想でそういう願いをしたらどんどん成功していくっていう
こういいものを引き寄せていくっていうねことが起きるわけですね。だから夢はまたそうやって潜在意識清めているのでね。で実際にこう自分がこれからいい行為をしてそれからこれからいい願いを持っていくでそれを引き寄せるということで、しっかり修行をして清めていくことで潜在意識がねこうさらに透明になってね、そしていいエネルギーにつながっていくっていうことで運命をどんどんいい方向にね導いていくことができるので、覚醒して何を捕まえ何を選択するかっていうのが大切だと思います。